はい、今日もデコイルの交換前準備の続きです。昨日ですね、潤滑剤を振って、一晩置きましたので、今日はネジが緩むのかなと思います。はい、じゃあ今日取り直していきましょう。こちら側ですね、左側。このスペアタイヤのケースを外しています。本当はこれ手で回るんでしょうけど、もう錆びついてるので、なんだか工具つかないとちょっと回せない状態です。
片側は取れましたけど、もう片側は取れないので、ちょっとあそこはこのままの状態にします。ちょっと一回切ってですね、下は切るかな。で、ここら辺もちょっといろいろと処置をしていきます。あ、よかった。外れた。問題は反対側ですね。こっちをどうするか。さて、どうしようか。けど、デフはこれならこのアクセスはできるんで、切るかな。ちょっと空語を考えないとダメですね。はい、もうこれ仕方ないのでですね、ネジは一旦外れないので、ここでカットをします。後で戻すときにですね、ちゃんと元に戻るようにつけますので、一旦はい、やっとスペーターのハウスが外れました。これはちょっと後でどうするかはまた相談ですね。ないとかっこ悪いかもしれないから見たとき。はい。でですね、後ろから見るとこのようになってます。ご存知の方はご存知でしょうけど、コルベットのスプリングですね。
この電車の、電車のじゃない、昔のトラックのスプリングみたいなやつがですね、電車もそうですね、この板バネです。しかもこの板バネが横に1枚こういうふうに置いてあって、でそれで両端のこのところとこれで連携して、ここがスプリングになると。これすごいよくできていてですね、 C5 もそうでした。スプリング自体アームにつかないので、足回りにつかないので、非常に軽くできるわけですね。これが全部もうフレーム側に持ってますから、このアーム側の方にはスプリングは一切ないというような構造です。さあ、あとはこれを外すかな。で、次はですね、ここにアクセスができるので、これを外してやっとでホイールを抜くことになります。はい、ちょっと一回上げましたけど、ちょっと先に掃除、下掃除します。
のレジとこっちのレジがたまに違うことがたまにありますね、そういうことね。違いますね。こっちが小さいです。こっちが小さい。はい、やっとですね、後ろの、スペアタイヤのケースですね、から一式が外れました。錆びついてるんで、さっきみたいにちょっとハマーでスクリューのボルトの頭をですね、ちょっと叩いてやると、噛み込んでる錆が外れて、正しく緩みになるということですね。でただその時にいっぱい錆が降りかかってくるので、また掃除ですね、これは。本当はカッパーかなんか着てやった方がいいのかなというふうに思います。これでもう全然デフのところは大丈夫ですし、このどちらにしろですね、このフレームの周りもですね、一回ちょっと錆止めなど処理をしますので、
ちょうど、これ外してよかったです。77年式ですけど、いろいろと途中でメンテナンスはされてきてると思いますので、こんな感じですね。